おはようございます。おぎそです。おはようございます。さあどうだ、言っているかな。おはようございます。すごく変な時間にすみません。入ってますね。色も若干暗いぐらいかな。ちょっとだけ色、あれさせてください。ちょっと待ってくださいね。明るさをもうちょっと明るくしてみようか。あんま明るくしすぎると見にくいしね、難しいなと思いながらいつもやってますけど、どうですかね。このぐらいでちょっといこうかなと思います。おはようございます。おぎそです。これで閉じるでいいかな。今日はちょっと顔を描いていこうかなと思います。ちょっと油絵を日中描いてて、日中描いていたので、そのあれをなんていうか油絵の具が状態なんで、やっていこうかなと思います。ものすごい変な時間やから、誰か見てくれてますね。ありがとうございますすみません。J 渡辺さん、こんにちは。秋田の恵美子さんもこんにちは。すみません。もうどんどんやっていきます。ちょっとアクリルで出だしはやっていきますけどね。やっていこうと思います。今週ちょっと僕も忙しくて、土日もそうやったんですけど、なかなかライブ配信もできる時間もなかったので、なかなかちょっとすみません。で、今週多分作画動画を上げれる感じがしないのでごめんなさい。はい、忙しくやっております。お兄ちゃんもちょっと茶色持ってきますね。釜湯という方法でちょっと描いていこうかなという感じで、グリザー油から釜湯みたいなんで、ちょっとアクリルでまず描いてから、やっていこうと思います。夏伊藤さんもこんにちはすみませんね、もう変な時間で。海外ならばどっちやったっけ。ロンドンが何時だっけな朝とか、ニューヨークはもう夜中ですよね。すみません、2時とかですもんね。変な時間ですみません。よいしょ。なんか昨日今日ものすごい仕事ができたんで、はい、そういう時は意外と機嫌がいいです。ものすごく仕事ができました。ちょっと茶色を入れたぐらいの感じで、どうしても絵の具の油絵だけやったら構造として弱いから、物質感をつける意味で、アクリル絵の具でやってまず書き出しています。1日で書くのでですね、たまにこういう仕事も、2日間に分けてやりますけどもものすごい仕事が珍しくできて今朝も何時や、2時半ぐらいからやってましたね。2時半ぐらいからで、今お兄ちゃんが帰ってきてわちゃわちゃして下でしています。よいしょ。もし何か質問があったら遠慮なくしてください。日頃ね、見れない人もいるかもしれませんね。みーさんもこんにちは。ね、NK さんもこんにちは。まさやさんもこんにちは。吉川さんもこんにちは。寺田さんもこんにちは。こんちゃ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 。日頃ちょっと見れない人もいるかもしれないので、ちょっと変な時間になってしまいましたが、もうなかなかね、もうほんとね、しゃあないですけどね、もう忙しいのはありがたいことでね、本当にもう、ぼちぼちいろんな展覧会の仕事がいっぱいあるんですけど、よいしょ。なんかダラダラと皆さんもお付き合いください。ちょっとね、顔出しバージョンの、そして正面から描くというのはあんまりやってなかったかなと思うので、正面の方から描いている、夜勤なので、うわー大変ですね。お疲れ様です。何のお勤めですかね。大変ですね。夜勤ですか。もうね、夜勤なんかもう絶対できないですよ。素晴らしい。もうそういう人がいるから今の日本があるんです。本当ありがとうございます。いろんなねお勤めありますけどね、本当に大変ですよね。夜勤か、次の日とかもね、本当に体調崩さないでくださいね、寺田さんね、本当にね。NK さんも M さんもこんにちは。M さんは
アメリカじゃないですか。夜中じゃないですか。僕はちょっと今、日本時間やらな、海外の時間やら調べてました。M さんは違うのか？M さんは違うか？M さん違うね。すみません。日本ですね。はい。大丈夫ですね。吉川さんもこんにちは。こんばんは。何時からこんばんはって言うんですかね。絶対決まりあるでしょうね。何時からなんですかね。僕はいつもおはようございますから通してますが、あれはね、何度も言ってますけど、特ダネの小倉アナウンサーのモノマネをしているつもりなんですけどね、どんどん違う方向に行ってますよね。よいしょ。よいしょ。絵の具の質感をで、明るいところからこう描いていく感じですよね。で、鼻のところは白いんですけど、真っ白ではないですよね。でもこう明るいところから描いていって、絵の具の本当はもうちょっと物質感をつけたいんで、なんかこうモデリングペーストみたいなの使いたかったんですけど、出だしの段階でちょっと出すの忘れてました。よいしょ。もうでっぺって難しいんですよね。固まるのものすごい早いからものすごい難しいですよね。なんかこう違うジェストとか違うの混ぜてやった方が僕はいいんちゃうかという説を唱えていますが、よいしょ。今もアクリルと油絵の併用のちょっと動画も作ってて、よいしょ。それを今日は1日がかりで撮影をし、そして編集も同時にし、そして別の油絵を3本同時に撮るというそんなことばっかしてます。大阪の古典会場の様子 YouTube で拝見でできないですね。大阪は会場撮らなかったですね。すみません。申し訳ないです。大阪の会場は撮らなかったですね。すみません。全く忘れてました一瞬撮れてたかな。でもなんかあれですね、鬼好評で鬼好評の何回かな、99回とか、多分先週の最後とかやっちゃうかな、先々週かな、それが一瞬だけ映ってるかもしれないですけど、ごめんなさい、全然撮る気なかったです。はい。特に意味はなかったんですけどね。いつでもなんかアップされると思ったら、例えば僕あんま好きじゃなくて、例えば公募展とか行って SNS に上げまくる人いるでしょ。僕何度かあれ言ったことあるんですよね。やめてくださいといや宣伝してあげてるんやからみたいな言われて、いやいやもう僕大丈夫ですんでって言って、自分でそういうことやりますんでって言ったことあるんですけど、何でもかんでもこうね、僕はあげてる方なんですけど、団体展とかのね、ぶわーっと上げてはる人に僕注意したことあるねいや綺麗に撮ってくれたらまだしもね、めちゃくちゃ適当に撮ってあげはる人いるから、あれやめてくれって僕言うたことあるんですけどね。どうしてもね、なんかね、それでしたらなんかもう行った気になってしまうというかね、なんかあるでしょ。だから僕はああいうのはいりませんとはっきり言ってしまう人なんですね。だから嫌われるんでしょうね。それぞれやと思うんですけどね、自分らでできますわっていう人もいればね、宣伝したってるわって言われて、いやそんなんいらないっすって言って喧嘩になるというね。はい、もう最悪ですよね。もうそんなばっかりですよよいしょ。こんにちは。絵の具さんもこんにちはと。鉛筆デッサン疲れて横になったら告知が鉛筆デッサン疲れました。疲れるでしょ。デッサンって疲れるんですよね。ほんとなんかね、デッサンって意外と疲れるんですよね。よいしょ。デッサン疲れますよ。僕も最上級なのは僕色鉛筆だから、色鉛筆でやられてる人はもうすごいなと思う。ちょっと尊敬してますもんね。色鉛筆一番しんどいですよ。全然終わらんやんけみたいな感じでね。だから根気がある人はすごいなと思いますよ。クレヨンとかね、意外と楽やったりするんですよね。ダダッといけるから。でも細かく描けへんやろうという前提であるから、案外ね良かったりするんですよね。貴重なお話最後までありがとうございます。いえごめんなさいね、大阪の古典ね、本当に貴重なお話というかそう何でもあげるという感じではないですもんね。佐賀県立美術館のは一応もうなんかあんな規模のことできひんからですね、
大阪また機会があればねやれたらなというふうに思うんですけども、なかなかこう大阪もデパートメントもねなかなかどっかあんのかな。昔は神戸のそごうで案外やってたんですよね。神戸のそごうのバイヤーさんがすっごい頑張ってくれはる人でめちゃくちゃ売れるんですよ。売ってくれた方が助かるじゃないですか。で、それだけじゃないんですけど、神戸のそごうがなくなっちゃったんですよね、あれ多分ね。僕もよく分かってないですけど。だから関西でやる機会がよりなくなってしまって、高島屋系の個展が何年か2017年かなやったんですけど、あれも個人一人でやってるから大変なんですよね。またそういうのもやってほしいとは言われたんですけど、一人でやるといろいろ大変なんですよね。お腹すいた。よいしょ。もし質問あったらしてください。あ、今日いたです。そう。もう作画動画はいつもそうです。シナベニアにもジェスを。でもなんかこれはハケで塗って3層ぐらい塗ってるんですけど、案外なんかもうちょっと凹凸をつけたいなとかっていう人は、ベター塗ってダダダダダダとあれでスポンジとかで叩いてもいいですねっていうやり方をちょっとやってたんですよね。そういう動画を作ってるんですけど、案外それでもいいかもしれないなと思いましたよ。なんかちょっと凹凸が欲しいなっていう人はなんかそういう感じでダダダダダと叩いてもええんちゃうかなと。グリザイユでちょっと描くときは若干明るめにできるといいんですけどね。なんかやっぱどうしてもジェストとかの隠蔽力が弱いからか、あんま白さっていうのがなかなかついてこないんですけどね。今日はそうです。今日はもうこういう作画動画に関しては大体とかライブ配信に関してはお遊びじゃないけども、皆さんの勉強になればなと思って作っております。だからね白味とかキャンバスでもいいかもしれないですけどね、キャンバスボードみたいなやつとかねでもいいかもしれないですけど、大体がこういう感じでやってってます。特に今日は多分後半の方の油絵使い出してからある程度写実的に描いていくというところの、見どころになっていけばいいなというふうには思ってますけども、どんな感じになるかはわからないです。とはいえね、こんな喋りながら描いてるおっさんすごいですよね。もうわけわからんですよね、皆さんね。喋りながらこのおっさん描いとるぜ。こういうね、頭が映ってるかどうかっていうのだけがいつも心配なんですよね。よいしょ。だいぶやっぱ画面くらいでも明るくするのも難しいですね。どうしようかな。どうしようかなって感じですね。明るすぎたらなんか白飛びしてなんかね、綺麗は綺麗なんですけどね、なんか映像としては。でもめちゃくちゃ嘘くさくなってしまうっていうかね、そういうとこあるから、どっちがええんかな。ビュ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 。よいしょ。貴重なお話ありがとうございますと。皆さん何か質問があれば、お夕食の時間あれですか、しながらですか。変な時間にやりやがってって感じですけどね、なかなかねないんですよね。ね、子育てしてみたら分かりますよね。大変ですよね。お互いになんかやりながら、私が見たり妻が見たり、僕は大体本当にほんの少しですけどね。よいしょ。なんか隠蔽力弱いね。ピュー隠蔽力っていう覆い尽くす力ね。なんか違うリキテックスのジェスト買ったんですけどやばいね、やめとこう。はい、何も言いません。はい。また歌ってますよ。スターマイン歌ってますよ。もうほんと
ずーっとですよ。もう2ヶ月ぐらいずーっとこんなんですよ。なんかね、めっちゃ歌好きなんか、踊り好きなんか、弟まで踊り出してます、最近。面白いですよね。息子と白玉団子作る。いいですね。白玉団子ですか。いいですね。あれって恵方巻きって皆さんしました？うちは当然してないんですけど、全然そんなことも考えるゆとりもなかったですね。あれってでもなんか関西の風習じゃなかったですっけ？なんか僕関西にいた時はものすごいやってたんですけど、親がなんかまあ関西人ちゃうのになんかやってた記憶あるけど、東京に住んでた時にそんな感じのイメージなかったけど、ここ10年ぐらいじゃないですか、あれって。どうなんですかね。いいですね、白玉。うちは多分今クッキー作ってんちゃうかな、知らんけど。あの風習はなんか案外こう最近のような気がするんですけどね。まあ、釜湯って言ってちょっとこう、まあ、単色っていうかね、ちょっと茶色とかも入れながら、なるべく頑張ってここのモデリングと絵の具の質感みたいなのとメイドのある程度は頑張ってつけたいなと思いながらも、アクリル絵の具は乾くとね色が少し変わってきますので、ちょっと僕にもまだまだ難しいですけど、前々回ぐらいの何やったっけ、梅を描くやつなんかは案外面白かったですね。ボコボコボコっとつけてね、皆さんあれ面白かったちょっと言ってくれて、面白いのと視聴回数が伸びないのとはもうね全然こうわからないですよね。ね、鬼好評第100回も僕なりには面白くできたかなと思ったんですけど、全然伸びないですね。最下位ですもんね。最近上げた動画のランキングみたいに出るんですよ。でそれのダントツで10位ですね。10本のうちのダントツ10位。マジかと思いましたね。やっぱサムネイルが良くなかったかな。あんなあれを嘘つくんちゃうかったかな。まあええか。でも初動が大事なんですよね。だからね、初動でも失敗したらまあほぼ無理ですね。よいしょ。紙やすりだけ洗っただけ。ね、なんか無質もあったらしてくださいね。緑色はもうだいぶ茶色に近いような感じでやってた方がいいかもしれないですね。ビュー。よいしょ。まあ、洋服また今回もそんな描かないですけどね。ちょっとこうシワだけでもちょっと描いていこうかなと。面白いですよね、男の子はね。なんかね、変なあれですよね。今気づきました。カクカクシカジカ。うわ、そうですか。あれ面白いでしょう。僕は好きですね。わかんないです。ブルーピリオドちゃんと読んでないから、はい。美術系の漫画の中では僕はまあそれしか知らないだけなんですけど、一番かなと思ってます。ちなみに今週末は宮崎です。ライブ配信するかもしれないし、よく分かってないです。もう連れて行かれるだけなので、私は今回はですね。はい。まあ、ただ土曜日、今連絡来てましたけど、朝7時に迎えに行くねって言われたんで朝7時ですか、早っと思ってね。だから向こうに10時半11時よし書こうかって言われるかもしれませんね。だから画材だけは持ってきますが、まあ、それも含めて今週はもしかしてライブ配信ができないかもしれないので、ちょっと今時間がちょっとあったので、やっておきます。ちょっと作画動画も今週はなんか出せそうにないのですみません。忙しいってごめんなさい。ライブ配信だけで許してください。ブルーピリオドの方が芸大美術のリアルに書いてあります。あ、そうですか。そうでしょうね。予備校のね、なんかリアルみたいな感じですか。じゃあ見たらわかんやろね。なんか神秘かなんかがモチーフや言うて話聞いたことありますね。新宿美術学院さん。今なんかどこに移ったんか知らんけど、昔は世界堂のすぐ近くにあってね、大きかったですよ。
一時こう水道端とあとはどこやったっけな、争ったけどダントツで負けてましたもんね昔。勝てるかと思ったもんね。半数近く、僕の次の年ぐらいがもう確か半数近くが新美さんが受かってましたもんね。私たちが受かった1996年の次に、めっちゃ受かったのはそんなんでしたよ。美大とかのリアルとか見てもどうなんやな。僕は面白いんかな。まあまあと思うだけかな。どうなんですか、面白いんかな。面白いですかね。鬼のような先生いたら僕かもしれませんもんね。まあそこで教えてんけど、まあ、僕一回新美で再現作品を書きに行ったことあるな。なんかまたなんかあったな。東京芸大に入るとアルバイトみたいなんで、4月とか5月にいろんな予備校からちょっと再現作品1枚いくらやったかな、3万か5万か覚えてへんけど、うっさいぞあんな色書いてくれって頼まれるんですよ。東京芸大の入試で書いたやつをぜひ書いてくださいって言って、で新美さん行きましたもんね。僕確か行ったあんま真剣に書かんかったけどね、もちろんね。同じ絵描けないじゃないですか。ドバタ水道バタでもそれやらされたけど、なんか結構適当にやった記憶があります。ドバタのはまずまだマシかな。まだマシやったかな。今から3、4年前に行ったらそれが参考作品で出てて、と思って20年ぐらい前の絵やでって言って出ててびっくりしました。講習会かなんか、違うか、なんかたまたまこう池袋に用事があってちょろっと寄ったら出てましたね。よいしょ。真面目にやっとくもんですよね、やっぱね。よいしょよいしょ。角学寺しかじかも読みましたね。泣きましたね。泣きますよね。なんかね、めちゃくちゃですよね。なんかでも実際に先生いたってなんか宮崎の先生が言ってはりましたよ。遊び行こうかな。よいしょ。宮崎の人見てはりましたよね、一人ね。見てなかったっけ。見てやらへんかったか。ジャイアンツキャンプはどこでしたっけ。青島とか青島神社に参拝とか言ってたから、あっちの方ですかね。よいしょ。ちょっと背景はもうザザザザっとしときますね。よいしょ。ちょっと目描きましょうかね。よいしょ。お厚くしさんもこんにちは。絵を大事にブルーピリード絵を大事にして持ってる人にも響くかと思いますよ。そうですか。読まなあかん。読まなあかん。読まなあかん。なんかこれはもう僕のダメなとこですよ。ブルーピリオドの作者の方申し訳ない。ちらっと読んでみた時にあんな小綺麗な男の子おらんわと思ってしまった。最悪ですよね。はい、ごめんなさい。はい、もう最低ですね。今は違うんでしょうね。もう私がもう今最低なこと言いました。大体汚いやつが多くてごめんなさい。なんかこんなおらんやろなと思って、こんななんかヒュッとした感じのなんかね、おしゃれな人もね、油絵家で少ないですよね。デザイン家やったら分かるんやけど、油絵家に対する偏見かな。今はいるんですか。ごめんなさいね、今の学生さん。2、3日前なんかツイッター見てたら、見てないけど、飛び込んできたのが、東京芸大学費を上げるみたいなので怒ってる現役の学生さんがいましたね。なあ、なんなあ、かわいそうやな。なんかなかわいそう。現役の学生、今度入学してくる学生さんからかな。ねえ、なんかね、しゃあないんやろうけど、大学には大学の事情があるんでしょうけど、ねえ、なんか怒ってはりましたよ。よいしょ。
先生たちのね、売ればいいのね。おいらんこと言うただ今な。こういうの消えへんからね。という考えもあるんでしょうけどね、絶対ね。そんだけお金ないですってもうめちゃくちゃもうちゃんと言うてもうね、こんだけかかって今のこのなんかね、光熱費やらなんやらがもう高騰しててうんぬんかんぬんでぜひ来てくださいとかって言うて告知したらめっちゃ人来そうな気すんねんけどな。入場料払ってでもなんかね見に行きそうな。でいくらぐらい売れたらいいんかな。3000万ぐらいかな。分からんけど先生方やったらいけそうな気するけどね。どこ入ったねどこ入ったね。3000万じゃ足らんぐらいのレベルなのかな、やっぱ。よいしょ。よいしょ。知らんのに言うなと怒られそうやけどね、自由な身なんでね。よいしょ。よいしょ。ちょっとだいぶこうモデリングとかしだして、顔とかをぼちぼちちょっとドライヤーをつけ出しますので、ちょっとうるさいという方は音を絞ってください。ちょっとやっぱ画面暗いですかね。まあ実際の入れはちょっと暗いね。ちょっとだけ変えさせてくださいね。ごめんなさいね。なかなか難しいですね。映像の構成、鮮明度、鮮やかさ。例えばこっちの方でやると絶対こうなるとあかんもんね。なんか白飛びしてますもんね。8でやってで明るさもだいぶ上げてんねんけどね。キュッと一回上げさせてください。やっぱ白く飛びますもんね。このぐらいなのねごめんなさいねやっぱ外の天気とかもあるんですよね。窓開けてこの間日中やったらあれでそういうのもあるんでしょうね。ごめんなさいね皆さんね。なんかごちょごちょ言うてますけども。そうか、でも知らない人にとってはそういう芸大の内情とか予備校のよく言われますもんね。美術の子、美術にそんな予備校なんかあるんやとか言われますもんね。確かにそうか。知らん人にとっては僕らからすれば当たり前やったからね。よいしょ。生の白でいってます。当たり前やったからなんちゅうこっちゃないなとは思ってたんですけど、ちょっと書けるとこまでねある程度書いてしまおうかなと。なんかこう滑らかなこう線とかっていうのはちょっとやっぱアクリル、水気を多めにしたら引けるんですけどね。僕ちょっとこう厚くしたいなと思ってるんでなかなかこうそこが難しいですけどね。よいしょよいしょ。こんにちは。水彩の同じ動画を、評価していただきました。そうね。なんか多かったですね。これね、書いてはる人ね。はい、勉強になりますと。最初から見てますが、よく見えてます。大丈夫？本当ね、ちょっとなんかしらっちゃけてる感じがするんですね。明るくしたから。まあいいか。難しい。非常に難しい。ライトもガンガン両方から両頭で当ててるんですよ。結構強くね。そうするとこう手の影がなるべくこう映らないじゃないですか。まああれですね、鈴木園子理論ですよね。何でしたっけ美白の女王の方いましたよね。鈴木園子さんいましたっけ。いましたよね。はい、美白の女王っておりましたよね。パヒーンとね、女優さん理論でもありますよね。女優さんとかもパキーンと当てますもんねパキーン。ちょっとドライヤーかけます。よいしょよいしょ。今30分ぐらいですかね経過しました。
高橋さんこんにちは。初めてですかね、高橋さんとか。もうなんかこう何回もやってるから質問とかね、だいぶできてる感あるんですけど、遠慮なくしてくださいね。全然いいですよ。かぶってもいいですよ。今日は機嫌はだいぶよろしいみたいなんで、はい。今日は機嫌がよろしそう。自分の仕事できたらね、なんか機嫌いいんですよね、もちろんね。仕事が大好き。よいしょ。よいしょ。どうなんですか、顔が見えるバージョンというのは。僕の画面にはライブなんとかなんとかみたいなのが31分なんぼって出てて自分の顔が全く見えないですけど、プロパティ映像キャプチャーのプロパティ OBS これ全部いいかっていう、あ、間違ったっていうこないしたらおじさんの顔が見えてくるというっていうよく見えます。ありがとうございます。もうよかったよかった。まあ、最近からこのお顔を出すパターンというのにしてるんですけどね、これで私が本当に書いているということが立証できるのではないかと。まあここがハイライトなんで、どっちかというと顔の中はちょっと全面に暗くなってくるんですけどね。まあ、背景はちょっともうザザザザぐらいにしておきますね。よいしょ。今日はなんか髪の毛とかのね描いてるとことかを後でこうアップにしようかな思ってますんで、そしたらもうちょっと見えるかな思いますんで。のりおっちゃんこんにちは。参加させていただきます。あ、チャットを見るタイミングが分かって、ああこうやってね、ムエってねそうですね。実際に活動してる若手さんがキャラの絵を担当したり、キャラのモデル、そうなんや。ブルーピリオド、そうなんや。でもそれいいですね、確かにね。確かにそれはでもその人たちにとってもねいいですよね、あんだけ売れてはる漫画やったらね。僕の、知り合いの芸大の、子でも漫画家やってる子いますよ。あんま細かくは言えませんが結構売れっ子さんみたいなんですよ。おじさんはちょっとようわからないけど、もうちょっといけるかな。もう一回ちょっといきますね、すみません。もうちょっと明るくしたい。ちょっと色も入れるだけでねわーっとなるから難しいですよね。
そしてドライヤーで乾かし出してるとやっぱ乾きがめっちゃ早いから難しいですよねまあここまで30分で書いてるということだけでもね許してくださいね。よいしょ。ドライヤーここ直で当たってるんですけどめちゃくちゃ乾き早いですね。ここだけめちゃくちゃ早いですね。よいしょ。写真見て、の場合モデルさんを使う場合描き方どういうですか。写真見ての場合とモデルさんを使う場合はそうですね、あんまり変わらないですね。実際に見て描く時もそんなに変わらないですよ。でもやっぱりこう写真の場合はあんまり色が出ないので、逆に本物見て描くとやっぱり難しいので、ちょうどなんかいい塩梅がいいですよね。なんていうの、どうしてもこう本物見て描くとなんか形とかが悪いのとかがわーっとくる気になってきたりとかするし一歩写真見ながら描くと色がちょっとちゃうなとかなんかっていうのを自分の中で両方やっぱり大事にしていった方がいいような気がしますけどね。いい質問ですね。ありがとうございます。非常にいい質問だと思います。僕自身はもう本当になんか見ながら書くのもね、ライブ配信とか見てもたら分かるように、ライブ外とかでね書くやつとか見てもたら分かるようにやっぱ大事だと思いますし、まあでも写真を完全に僕は否定はする気はないのでもう指定される先生方もおられますけどね、なかなかまあその辺がまあいろいろあっていいんちゃうのっていうのが僕の考えです。ちょっとねドライヤーの音だけは入ってまいりますけどね、すみません。パレットの絵の具もちょっと乾き出します、やはりですね。よいしょ。 OK。 ちょっとこのぐらいで一回乾かしますね。ちょっと画材を入れ替えます。少し時間ください。よいしょ。まあ、この辺に置いとくとチビが来た時にドキドキするから極力片付けれるだけ片付けてしまいたいというのがおじさんの本音です。お兄ちゃんがねたまに来ますからね。よいしょ。お忙しくされてるようですね。ああそうですか。私も母校の記念誌の表紙頑張ってますと。先生は人物を描くとき何を一番大事にしてますか。うわ難しいな。何を一番大事難しい質問やな。何大事にしてるやろな。何大事に何やろな。なんかそれぞれなんかこうちょっと違うんですよね。なんかこう例えば小さく描く時もあるし、なんかドーンとか顔を大きく描く時もあるし、まあ、自然の中もあれば室内もあるし、まあ、それぞれなんかやっぱテーマを分けてますもんね。だから自然の中で小さく描くときはなんかその自然の中である程度こう一体として見えてくるようにならんかなっていうふうに考えたりとか、顔をドーンと描くときとかはやっぱり人の肌のあれとか表情、本当にちょっとした表情あれで表情が変わりますよとかっていうことに気を使ったりとかしますしね。なんかもうほんとそれぞれですよ。なんかどういったらいいかな。例えばフェルメールの牛乳を注ぐ女もあれば、最悪や最悪や。レースをじゃなくて真珠の耳飾りもあれば、もう入らんあればね、やっぱちょっと違うじゃないですか。だからなんかそれぞれに合わせて、今のね最悪やって言ったらね、テレビンとねポピオールがブジャーとなったんで、ちょっとお時間ください。あ、これだね。油絵とこうごめんなさい油絵とあれの難しいとここですよね飛んでる飛んでる。まあね、床ぐらいちょっとぐらい汚れてもええように作ってますけどね、いいよね。テレピンが、まあ、7に
完成日3とか、そんなぐらいですね。適当です。よいしょ。工事予算難しい質問やったら本当それぞれなんですよね。だから人物描く時もあれですし、風景描く時もあれやし、ちゃうよね。下地のグレーの明度はいつも同じにいや本当これ作画動画用なんで適当に半々ぐらいにしてます。作画動画用ってなんていうの皆さんにも楽しんでもらうために作っているやつなんで、だいたい半々ぐらいかなっていう、作画動画用ですよ。はい。もうジェッソの黒とジェッソの白を混ぜてそれがもうあるし安いからね。ごめんなさいね。もう本当そんなんなんですよ。でこれは本当に別に発表するやつじゃないんですよ。発表したりとかするのはちゃんとこういう白味と呼ばれる、伝統的なトラディショナルな方法を使ってやってます。伝統的なね。教室も多いね。いいね。最近自分で撮った写真から描いた絵を地元の先生に見せたら、写真から描くなと言われ、さらに満面の笑顔を描いたら子供の笑顔を描くと公募展では通用しないと言われた。そうでしょうねって言われますよね。自分が良ければいいんですよ最後はと僕は思いますけどね。なかなかね。でも本当写真を写したようになってしまうところがあるから、特に笑顔なんていうのっていうのはなかなか難しいかなとか、公募展っていうの難しいかなと僕も思いますよ。でもものすごい笑顔でなんちゅうだっけ、中国の作家さんでファン・リジュンやったっけな。ファン・リジュンっていうちょっとカタカナでも出てくるとは思うんですけど、めっちゃ笑顔描いてますよでも子供の笑顔じゃないけど、子供も描いてたかな。ちょっと調べてみてください。だからすごい難しいですよ。もうそうやって制限かかってくると、じゃあフォトリアリズムと呼ばれるものっていうのはもう完璧に否定されなきゃいけないのかというと、それも例えばゲルハルト・リヒターってこの間ね展覧会やってたんですけど、もう完全それも否定されてしまうことになってしまいますもんね。ドイツの本当巨匠中の巨匠ですよ、ゲルハルト・リヒターっていう人。ぜひね、今インターネットできそうなら調べてみてください。だから難しいですよねじゃあそういうのも全部否定するのかって言ったらね、いやそれは違うとか言われたらね、悲しいですもんね。どこなん線引きはみたいな感じになっちゃいますもんね。リヒターにしても、ドガとかにしてもね、結構セザンヌも確か残ってたんちゃうかな。じゃあ元になった写真とかですよ。クリムトなんかも残ってますよ。だから自分でそこは取捨選択してくださいね思いませんか。こんな絵描きたいと思っててね、それがどうしてももうもう踊り狂うような動き回ってるようなやつで、そういうのをデッサンから描くとか難しいかもしれないじゃないですかね。よいしょ。写真でしか描けない題材もあるのに、笑顔の練習は一生できないのが謎です。本当ファン・リジュン調べてみてファン・リジュンやったっけな。確かね、めちゃくちゃね、90年代の終わりぐらいからめちゃくちゃ流行ったんですよ、中国リアリズム的なファン・リジュンってカタカナで出てくるんちゃうかな。出てこへんか。出てくるの最近のやつしか出てこへんか。出てくるね、ファン・リジュンって。ウィキペディアの画像がごめんなさい、見せれへんなちょっと著作権とかあるから各自調べてください。はい。ファン・リジュン。笑顔のおっさんが並んでるやつあれへんかそれが代表作ですね、ファン・リジュンのね。
いやそれはもう皆さんね、僕だからその辺はある程度こうやからこうですよとかってなるべく言うようにしていってるんですよね。ダメって意外とないんちゃうか説。例えばレンブラント笑う自画像って調べてみてください。レンブラント笑う自画像って僕大好きなんですよ。もうもうやばいんちゃうかっていう精神的にやばいんちゃうかっていう時に描いてる絵なんですよ。とされているなんかあるんですよ。いやそれも全部否定されなきゃいけないのかってなってくるんじゃないですか。だから実は歴史を見てみると下手すりゃなんかね、広く言えばモナ・リザも微笑みみたいに言うんじゃないですか。最悪や。今日の放送は消したいな。言うたらあかんこといっぱい言うてますもんね今ね。そういうの面白い。妖怪犬水さんが来ましたね。こんにちは。先生公募じゃないただの練習なのにね。うわ最後は自分そうそうもう気にせんとき気にせんとき気にせんとき。なるべくダメを減らしていきたいんですよね。日本人はダメの方にどうしても行きがちやから、もうそれを減らしていってもうありちゃう、こういうパターンもありちゃうと思ってった方が僕は面白いと思ってるからですね。なんかね、ごめんなさいね。もうちょっと筆ないかな。ちょっと油分が多すぎたりしたらなんかこう拭き取ったり叩いたりね、完全にこう消すというわけじゃなくて、グレーズとスカンブルの間ぐらいの感じで今ちょっとやっていきました。ちょっと白が入ったような状態とかっていう感じでやっていきました。ね、そう気にせんとき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 僕もこうやってなんか鬼好評とかでも加筆はねiPad の中でしますけど、ある時それ見てしまったって何度か話したと思うんですけど、なんかこうね、偉い先生が人の絵に思いっきりチョークでこうでしょみたいな感じで書いてて、そのこうでしょの意味がはっきりとないといかんし、でもやっぱチョークで書いたらかわいそうやろうと、僕も多分めっちゃ怒ると思うし、その人がめっちゃ怒って帰ってはんのが僕見えて、これじゃ美術教育あかんやろなと思ったんですよね。ある程度理由がやっぱ説明できる範囲でしていく方がねいいんちゃうのと僕は思ってるんですよ。なんか筆がこいつも死んどるなこいつも死んでやがるぜ。使ってないなんか平筆っぽいのがあるぜ。こいつを使ってやろうか。こいつを使います。よくわからんが。先生フレスコが描きますか。ちょっとやったことありますけどね。でも好きですよ好きですけどね、フレスコ大変ですもんね。もう左官屋さんみたいな感じからあれして白日会に所属されてて今も辞められたけど崇城大学の前の教授やった有田先生っていう先生が僕の技法材料研究所の先輩でもあるんですよ。有田匠先生かな。で有田先生とかに集中講義とかで来てもうてフレスコをやってもうたりとかして、僕も一緒にやったりとかしたんですけど大変やしねやっぱり何でもそうなんですけど、なんかこうそれでしか得れない発色を求めた絵を描きたいとか、もうどうしても壁画で描かなあかんとか、なんかそういう理由がないとなんかやっぱ続かないですよね。なんかね、なんかこうそこに求める自分のなんかがないとですね。面白かったですよ、めちゃくちゃ。やっぱりこう2回やったかな。面白かったですよ。
フレスコ画は好きですよ。油絵は末見淳さんや小来則義さんの映画に載ってる本を集めてました。どっちかというとデザイナー的な感じなのかな。デザイナーっていうかあれイラストレーターっていうのかな、ジャンル的に。まあなんかくらんでいいと思うんですけどね。よいしょ。人の肌の色ですね。このモデルさんは鼻筋をピンと描いてほしいと言われたことがあるような記憶があるから、若干そんな感じにはしていってますが、やっぱおろしたての筆はいいですね。よいしょ。もうちょっとこう明るかったらあれが初めのグリザー油がもうちょっと明るくかけてたらこうグレーズした段階でビャンと決まるんですけどね。ちょっとそこのところがあんまこううまくいきませんでしたが、よいしょ。先ほどカクカクしかじかの読んだと話したものですが、やっとネーム入力できました。カクカクしかじかの読んだと話した。小樽の運河ね。はい。ネーム入力。小樽運河の公表してますよ。多分金曜日ぐらいちゃうかったかな。遅いと思いますけどね。はい、無事鬼好評の方に、届きましたよ。ありがとうございました。楽しいですよね。新しい方が入ってくるとね、僕も嬉しいですよ。あんまりもう絵画教室とかもうほんと開きたくないと思ってるんですよ。時間にね、もう一時束縛されへん生活をしたいと今思ってるんですけど、鬼好評はいつでも撮影できるというかね、あんな感じで撮影できるからですね、でもなんかこう新しい生徒さんが入ってきたぐらいの気持ちでいて嬉しいですよ。ほんとね、新風を巻き起こしてほしいんですよね。皆さんうまい下手とかどうでもいいんですよね。その人の良さがこう出るぐらいまでなんか続けてってくれたらね、その人の良さ出てきたら多分こう皆さんに刺激を与えれるんですよね。やっぱこうだいぶ長いから、もうね、長い人は2年ぐらい前から出してはったりとか、熱心に見てはる人はね、もう本当に毎日見てますとか言われますもんね。こんなおっさんのね顔とか見てたら気持ち悪いでしょね。ドキドキしてますと。うわ、カキフライですか。めちゃくちゃ好きですよ。なあ、子供生まれてからカキフライはね、やっぱね、当たったりしたらと思うし、子供も食えへんやろからと思ってやってないですよ。カキフライめちゃくちゃ好きですよ。もうほんと浜カツとか行ったらカキフライにするぐらいの。よいしょ。めちゃくちゃ好きです。カキになりたいぐらいです。佐賀県はね、カキ美味しいんですよ。何度か話したことあるんですけど、カキ美味しいんですよね。もっとカキも押していけばいいのになと思うぐらい。でも糸島とかのがなんか有名になって持ってるんですけど、いや有明海のね、鹿島っていうあたりとかのカキ美味しいんですよ。で安いんですよね。何よりも安いっていうのがありがたいですよね。めちゃくちゃ安いんですよ。人の肌の色とか見えてます？いろんな色を混ぜてってるでしょ。こういうの見てほしいんですよね、やっぱね。でしっかり混色して、やっぱりこうね、パレットも今日はちゃんと映ってますしね、しっかり絵の具を置いていく。本当はもうちょっとこうグリザー油の段階がピチッといってればよかったんですけど、もうちょっと明るくね、どのぐらいの色かねっていうのね、もうちょっとこうなんか緑っぽい感じに思い切って入れてみてもいいかもねとかね。カキフライか、なかなかね、子供おるとね、食べたいもん食べれませんもんね。そんなもんね、もちろん妻なんかも焼き鳥食いたいなとか言うてますよ。僕がたまにねお呼ばれして行ったらいいなって言うてますよね。
申し訳ない。申し訳ない。よいしょ。確かに一番好きなもんってなんやろな、カキフライ。かなり上位に来るな。よいしょ。でもやっぱラーメンかな。2週間に1回ぐらいもう病的なぐらいラーメン食いたくなりますもんね、僕。だから痩せないんですよね。佐賀の美味しいラーメン屋さんが有名なところでいうと一元っていうところがあって、でもう今めちゃくちゃ混んでるんですよね。でもう何ですっけ、マツコの知らない世界みたいなんかなんかで、そのめちゃくちゃラーメンを食べてきた人みたいなんで、それで多分でも一番美味しいのはなんか福岡にいた時に食べに行ったその一元さんですって言うたんですよ、そのめちゃくちゃ食べてきた人が。もともと混んでたんですけど、もう今も絶対入れないですよ。僕もう久しく行ってない、行けない。いつもなんか飛行場とかにちょっと行く時あって、そしたらもう行列が11時からもうできてるんですよね。と思って行きたいんですけどね。でも個人的には言わんとこかな。ひろちゃんラーメンっていうとこあって、僕はそこが一番今好きなんですけどね。はい。2週間に1回は食べに行かんとブルブル震えてしまいます。天ぷらと油絵の具の技法を複合する方がいらっしゃると思いますが、相性がいいのでしょうか。いつか油絵を描きたいと思ってます。相性というかですね、いくつか理由はあるんです。僕もそれやるんですけど、天ぷら乾きが早いんですよね。でそれでただ不透明で、油絵は乾きが遅いで透明で、そういう構造を作っていきやすいっていうのとか、天ぷらは発色は強いけど、油絵は濡れ色になると。でそういう構造とかを作りやすいというところが最大のなんかメリットっていうところちゃうかなというふうに思いますよ。だからどう言っていいんかな。僕のお師匠さん言うには、やっぱ違う素材をサンドイッチ構造にしていくと、油があって天ぷらあって油があってみたいにしていった方が絵の具っていうのはしっかりくっついてくれるんですよっていうことをお師匠さんは言っていた。なんて思った記憶はありますけど、でそういうのは昔の絵とか見るとね、あれは何や赤外線写真 X 線写真どっちだっけで見てたらそういうのが分かると。だから闇雲に乗せるというより違うものをサンドイッチ状に挟んでいったりするとっていうことをお師匠さんは言ってました。あと寄付でよいしょ。なんかもうずっと輪郭のとこ少しぼかすようにしながらも、すごい質問があれですね。なんとかさんは、高橋さんかな。すごいですね。なかなか深いですね。牡蠣に当たったことあります。もう僕も牡蠣当たったことありますよ。もう結構きつかったけど、全然その後大丈夫です。はい。もうケロッとしてます。全然もうまだまだ食えます。はい。ありがとうございます。全然大丈夫です。一番しんどいのはやっぱりあれですもんね。ビールの二日酔いですよね。ビールばっか飲んで次の日うわってなる二日酔いを経験したことある人間は若干いるかもしれません。私の YouTube 見てはる方の中でね、きつさはすごいですよね。ハードですよね。よいしょ。もうほんときつい。下の絵の具とかもちょっと塗り残しつつ、なんかうまいこと使っていけたら理想的ですよね。せっかくグリザ油とか釜油とかで描いてますんで、下の絵の具をもう完璧に覆い尽くすというよりはほんの少し薄く透けて見えてきたりとかすると、ちょっとなんか緑色に見えてきたりとかなんとかね。
元気タフちゃん、今先生が言われた言葉、上手くなりたいと思っても描き続けることが大事そうだなと思いました。今筆が進まない、苦しいです。公募点あるのに、ぐちゃぐちゃ気持ち描けるかなと思います。ねえ、公募点あるんやったら頑張ってねえ、もう私はもう古典があるからやらんといかんなとかいろいろ思うんですけどね。まあ今日はええやろと。今日はなんかもう朝から頑張ったからちょっとオフモードじゃないけどという気持ちですね。ピピピピピピ。今1時間ぐらい経過しました。油絵はどうしても長くなります。すみません、本当にもう適当に行ったり来たりしてください。ビールの二日酔い最悪ですよね知ってらっしゃる方いたね、なんかね、あれ経験したことある人はね、牡蠣の確かにあれももちろんそうなんですけど、もう殺してくれぐらいの気持ちになりますよね。ダメやと。よいしょ。はい、お兄ちゃんがなんか叫んでます。これになんかバックミュージックとかなんかつけれそうな雰囲気があるんですけどね、ちょっとわからないですよね本当にこうなんかね、知り合いでこう配信者の友達でもいればいいんですけどね、友達がいないのでよいしょ。ちょっとこうこっから少しもうちょっと書いてからがええけど前か少し拡大しますね。顔の部分だけちょっとピントが合うかどうか分かりませんが、ピピ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 、すみません、もうちょっとね、ピピピピピピピ、ちょっとこのぐらいでピントは合ってんのかいい分からん、見えん。ちょっと油が多いね。なんかね、油分がもうちょっと少ない方が本当は描きやすい。ちょっと時間が経ったりした方が描きやすいですよね。よいしょよいしょ。筆はちょっと面相筆、今日本当にずっと一日仕事してたからもうそのまま今日使えるなと思ってですね。何ロングレッグ、よいしょ。マミーロングレッグ、何それ。いや、お兄ちゃんが下で言うてるんですよ。サメってなんか好きですよね、子供ね。うちのちびもなんかサメブーム来てますよ。弟はもうめちゃくちゃ車が好きで全然違いますね。こんな違うもんかっていうぐらいなんか趣味趣向が違うんですよね。よいしょ。全然違うんですよ。面白いですよ。よいしょ。質問を読みますね。なんかあれば。どの世界もそうですが、絵画も奥深くて無知である私は描いている時、時間が楽しいと思うだけなのですが、向上心持たないとダメですね。レベル高い人ばかりで引いてしまいます。うさぎさん、最初の油絵も途中苦しかったけど、やはり同じく先生のできますに励まされました。ウィズアルファさんで遅れました。確定申告頑張って。はい。先生の100回記念、悩む人にとっていいと思う。本当ですかありがとうございます。悩みますよ。そりゃそうですよ。ね。あんな大学に行ってたのにね。めちゃくちゃ悩んでましたからね。めちゃくちゃですからね、もう。本当にもう、やっぱその、18、19、20歳、21、22とかで、なんか人生をとかも経験もないし、ねえ、わからんすよ。僕みたいなもう中流階級のもうね、奈良のお坊ちゃまがなんかね、
やっぱこう生き様みたいなのが絵に出てくればと思うけど、なかなかそんな難しいですもんね。だから悩んでる人たち皆さんのねためにと思って作った動画ですが、こんなに視聴回数が伸びひんかというぐらい伸びてません全然いいんですよ。鬼好評同様作るのそんなにしんどくない動画なんで、鬼好評めちゃくちゃ楽なんですよ。あれめちゃくちゃ楽なんですよ。編集10分ぐらいでやってます。5時。ただアップロードやら何やらこう動画化したりとかするのにちょっと時間かかるんですけど、長いから編集自体はあれ楽なんですよ。だから全然もう遠慮なくこう皆さんね、でこういうとこピュッと書いてしまったらこうやっぱり強くなってしまうんでね、その時にうわっと思ってもそこで手引くんやなくて、ちょっと頑張って粘ってほしいわけやね。こうやってね。めちゃくちゃ楽しそうですね。アルコールマーカーのコピックは使ったことないですね。アルコールマーカーのコピック使ったことないですね。コピックってなんか一回なんか昔なんかこれで書いてみてくださいって言って書いた記憶あるけどな、何やったんかなあれは。あんま記憶がないですね。よいしょ。コピックってね、楽しいですか楽しいですかとか言って。これともう少し太い筆があればよかったな。もうちょっと太い筆があれば。可愛い声がしてます。弟もよう喋るようになってますもんね。何喋ってるかよく分かりませんけどね。あんな早かったですかね。1歳5ヶ月ぐらいかな。なんかまあ書き込みもこれぐらいの僕は筆である程度やってってちょっとずつ筆を細かくしていった方が僕の場合はやりやすいかなと思いますよね。でこういうところもなんかこうね、いろんな色あるわけじゃないですか。いろんな色感じてほしいわけですよ。皆さんね、はい、適当にしてくださいね。またアーカイブでもいいですからね。僕はちょっと今回粘りたかったんで粘りたい。もう悩みますよね、本当にね。よいしょ。まあなんか短い距離でポンと行った人もいるとは思うんですけどね、まあ、僕はだからそれでもデビュー早かったとかいろいろ言われますけども、やってきたという自負はありましたもんね。いやいや早やろとか順調やろとかって言われたけど、いやいやそれはあんたよりもめちゃくちゃ書いてきたでみたいに本当思ってましたもんね。よいしょ。学部時代だけでも多分何枚書いたんかなまあ数書けってわけじゃないからね、数書いて失敗した人やから分かってるというところあるんですけどね。でもそこまで書いてる人っていうのも今最近はなかなか見なくなってきたかなとは思うんですけど、これ本当に800円ぐらいの筆ですよ。紹興酒とテキーラでの二日酔いになったことあります。酒はやめようと思いました。やめようと思いましたがやめれませんでしたってことかな紹興酒とテキーラは相性悪そうですね。やっぱね、僕も紹興酒好きですよ。紹興酒もいただいたんですけど、そういえば飲んでへんな。なかなかタイミングがないですよね。中華が続く、我が家で続くことがあれば、紹興酒今度開けます。いただいたのね。見えてますかね。ピントも大丈夫そうな気もするけど、ちょっと大丈夫かな。ちょっとだけいじってみます。すみません。これなかなかね、映像構成。
はじめまして、小木曽さん世代です。ありがとうございます。5歳の息子がいますと。車やっぱ好きですか？あら、どっか行ってしまった。ありがとうございます。もうどんどん遠慮なくコメントくださいね。うわ、ほら、うるさいでしょ。聞こえます？あれ、弟です。恐竜たるゆえんですね、我が家のね。で、ちょっとこの本当に乾かんうちに少し絵の具乾かんうちにこう微妙な調子頑張って描いてみてくださいね、皆さんね。ここですよ。今日写実的に描くコツやったっけ、なんかタイトル、サムネイル、適当に作ったような記憶あるんですけど。ああいうのも本当、大体こんな感じかなという自分のこう予想の中でやってるからですね。サムネイルも先につけなあかんでしょ。だからなんかね、その通りいくかどうかっていうと、写実的に描くコツってつけました？つけてない？わかりませんが、この辺がいつもよりちょっとアップで写ってくれたら嬉しいなんて思いながら、ちょっと歯が白すぎるなっていうのも今気づきました。じゃん、取れませんでした。ダンと取れませんでした。逆にもう同級生なんかもうこの間会った同級生はもう一人はもう社会人になって就職して一人は大学生になったわ言うててですね、ウェーとか言いながらいろんないますわね。よいしょ。なんかこう昔民主党政権かなんかの時に一回ありましたよね。高速道路無料化言えんかった高速道路無料化で、その時遊びに来てくれたんですよ、その友達が。でその子供たちが高速でですね、チビたちを連れて遊びに来てくれたあの子たちはもう大学卒業なんやと。で妹の方もとか言っててですね、あの時ね、そんな時代ありましたよね。高速道路無料化って。ある意味なんかね、GoTo トラベル的には、あれいいような気しますけどね。僕もっといろんなとこ行きやすなるしな。で、高速道路無料化。高速道路無料化。一瞬でなんかなくなった気がしますけどね。高速道路無料化。よいしょ。よいしょ。森久まみさん。よいしょ。人の肌がね、少しずつこう複雑になってきているんじゃないかなと。むずい、下の唇やな、これやな。下の唇が。ね、なんか昨日からこれ描いてたパレットなんですよ。ちょっとあんま見えてないですけどね。昨日からずっと描いてて、そのパレットがこうね、こんな状態になってきて、でもう今日でこの油終わりやからもったいないから、せっかくやったらそうやったらライブ配信でね、いつも使ってるよ、こんな感じなんですよ。全部は映ってへんかな、映ってへんけど、この辺かな。ピーチブラック、これバーントアンバーかな、バーントシェンナかな、ウルトラマリン、カドミウムレッド、コバルトブルー、カドミウムグリーン、コバルトグリーン、カドミウムイエロー、テールベルト、ローシェンナかな、もう見えないですねそんな感じですよ。もっとアップにしましょうね。こういうことができるからね、ちょっとね、だいぶこうライブ配信も、もし本当にいつもこう今例えばアーカイブで見てる方で、ライブ配信見てみたいとかいう方、鈴のマーク押すんでしょ、あれなんかそうしたら通知来るんでしょ。僕も何個かやってますよ、野球とかね野球とか。もしどうしてもなんかこう質問あるという方、それを押しといてください。いつか突然始まった時に質問を受けますので、
ね、鈴のマークまで押しとチャンネル登録で、チャンネル登録は無料ですからねなんかたまにチャンネル登録も有料ですかって言われるけど、無料ですから、はい、メンバーシップの会員になって鬼好評やったり、なんかこうね、似顔絵描いてもろたりとか、なんかそういう特典があれは、あとはなんやね、あっちの方ですけどね、メンバーシップは有料ですけど、チャンネル登録とかしてもらって、そういうのになると、こう動画が上がった時に通知が行ったりして、通知が行くと初動で、もうほんと初動なんですよね。 YouTuber も全部初動。そうすると初動がいいといろんなおすすめに上げてもうてそうすると頑張って作った動画がね、視聴回数が伸びると。私はなんか CM 単価は意外と高いんですよね。だから皆さんの年齢層もあるんだと思うし、見てる層もあるのかなんかよく分からんけど、教育のジャンルやからかちょっとよく分からんけど、よく YouTuber のなんかあれが下がったって今ね、収益下がったって言うけど、僕自身はほぼ変わってないかな。視聴回数が若干減ってるから、少しもちろん減ってはいるんですけど、多分そんな変わってないと思いますよ。視聴回数どうしてもね、もうコロナ明けて遊び行ったりとかね、こんな時間にやってたらね、なかなか皆さんね、見れないですもんねそりゃそうやだいぶ色良くなってきたんじゃないですか。人の肌、皆さん今日勉強になるんじゃないですか。あと細かい描写まで後でちょっとやりますけどねよいしょ。今どれぐらい経ったかな。映像キャプチャーデバイス、よいしょ。ヒロシングさん、こんにちは、長井宏と申します。こんにちは。今朝アップされた鬼好評で、カチガラス、ありましたね。あの鳥は一般的にカササギですよね。はいはいはい。佐賀部屋にしかいない。やっぱそうなんや。佐賀部屋にしかおらんねや。で、カチガラスともなんか言うんじゃないですか。カササギですよ。はい。知ってます知ってます。やっぱ佐賀部屋にしかいないですよね。朝鮮半島から飛んできたのかなんかって、なんか僕も昔ちょっと調べたことありますよ。ねえ。あれとは違うんですか？サッカーのこう日本代表のヤタガラス、あれとちょっと違うのかなごめんなさい、よう分かってんのにまた喋りだしたはいそうなんですよ。うちの庭にもいますよ、あの子たち。はい。ピーピーピーとかって言うてますよ。よいしょ。学術名はピカピカって言うんですよなんか調べたな昔よいしょ。佐賀大学の校章みたいなのもあれになってるはずですよ。絵の具ちょっと動かしながらグラデーション作ったりですねしていってます。お邪魔しました。もう出ていかれるのかな色の並べ方にこだわりありますか？なんかね、だいたい黒系から始まって白があって、で茶色系と青で、なんかこう青と茶色を混ぜて暗い色をよく作るから、こう合わせててとか、なんかこうで次に青系の次になんか青となんか足した紫とか赤とか、緑とか、だいたいそういう風になんか並べていってるかなと思いますよ。こだわりというより、なんかそのよくなんかあれする順番、なんか混ぜ合わす順番とかもちょっと意識してるかもしれませんね。よいしょ。ピー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 ってピーピー言ってるのは、佐賀も実はカラスがめっちゃ増えてきたんですよね。昔カラスおらんな思ってたのに、もうめちゃくちゃ今多くなってきましたもんね。大丈夫なんかな。カチガラスくん、カサザギくんね。はい。唇を描いてます。ツヤですね。描いたのをまたこれでなんか筆とかの毛先をこう使ってぼかしてみたりとか。案外こう筆先とかをこううまく使ってですね、描いていったりしますよ。要は絵の具を拭き取って、それをこう使って描いたりもしますね。
川島さん、先生の自身の鬼好評の動画見応えありました。あれ嬉しいですね。全然ね、見られてないけど、そう言ってもらえると、まあ多分、はい、もう近々シャットダウンしようかなと思ってますけど、まあもったいないから、あれ、メンバーシップ限定とかにするかな。はい、もう、ね、なんか、悔しいんですね。ね、一生懸命作ったのにね。かなりコバルトグリーンっぽいのを今鼻の、まあこれ顔の中が影ということもありますけどね。よいしょ。そう言ってもらえると嬉しいですね。でもね、チブですからね、ね、ほんと。全然。ちょっと今週はライブ配信ができるかもちょっと微妙な感じであれなので、今日ちょっとやっておきました。あとこの設定がね、時間が経つとすぐ忘れるので、おじさんなのでたまにやらないということです。ちょっと目の周りとか少しかくんで頭映るかもしれませんが、お許しください。自分からめちゃくちゃ遠いんですよね、ここね。よいしょ。よいしょ。昔韓国旅行した時に、電線にカササギが日本のカラスのようにずらっと並んで、うわそうなんですね、日本人たちはびっくりしてました。自身の鬼好評はどこかに残しておいてね、そう残すとしたらあれでしょうね。はい、メンバー限定かなんかに切り替えようかなと思ってます。面白いですか？まあ、そう言ってもらえるのはね、ありがたいですよね。いやー、やってね、いろいろやってきたんですよ。人の悪口言う前にね、自分のあれをね、ちゃんと晒してね、僕の生き方ですから。そう言ってもらえるとありがたいですね、本当ね。まあ、こういう輪郭とかちょっと少しね描きたいけど、全然違う色になるから、まあ、例えば暗い色となんか茶色かなんかと混ぜて、2日も経つとやっぱり絵の具乾くからまた改めて出しとるんですね。で本当にこう1ミリぐらいのところでこうぼかしながらパッ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 、まあ叩き筆使ったり扇形の筆でぼかしたりとかいろいろするんですけどね。まあ今日はちょっともう今何時、今日なんか質問多いから進みが遅い、すみません。努力の天才小木曽誠を公表するというのはぜひとも一見の価値満載ですだそうですよ。嬉しいな、そう言ってもらえるとね。本当なんか謎ですよね。あんな自分の中ではもう恥をさらけ出した回やったのにね。俺伸びひんなと思ってあんま気にしないですけどね。こんだけ言うてるくせに気にしてるやろってね、まあ、突っ込んだでしょ。心が読めてます。ひひひひ。よいしょ。ちょっと質問に答えているのが多かったせいか、若干今日は進みが遅くて申し訳ございません。お許しください。まあアーカイブで見てる方はすみません、長くなりました。もうちょっと頑張ります。でちょっと髪の毛とかもね少し引きあだいぶか映ってんね。ちょっとまた引きますね、ごめんなさいね。どれぐらいピューピューピュー、ちょっと全体をいじっていきたいのでピュー、どこやね、小さくなりすぎました。はい、ちょっと洋服とかも描いていきますね。じゃっとですけど、これはテールベルトじゃなくてサップグリーンでグレーズって言います。
うわうるさい弟最近規制がすごいですよ。よいしょ。お兄さんの規制とめっちゃ声すんな。で緑っぽい服着てはったよね。よいしょ。髪の毛に関しては僕の描き方ですよ。ちょっとこう絵の具をやっぱ滑る状態にこうしておいて、で今はこうグレーズした状態ですけど、ね、ちょっとこう影とかこっち側から入ってくるような少しこう外側と内側の境界線みたいなとこちょっとこうぼかすとこぼかしたりとかしながら、よいしょ。ピピピピピピ。何色なんですかね。この紫っぽい感じで光ってる感じにしたいんやけどね。何色っていうのねこれ。わからん。わからん。わからん。ウィ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 。あら、久保さん今仕事終わりました。写真より先生の方が可愛いですね。人間性がにじみ出ている。うわ、ありがとうございます。それはどうなんだろうまあいいやよいしょ。ある程度こう乾かんうちに滑らしながら描いていったりとかですね。お兄が泣いております。嘘泣きです。大体嘘泣きですよ。昨日おとついぐらい喧嘩みたいな動画上げね、鬼あっちでは僕はあれ嘘泣きやと思ってるんでよいしょ。ママと喧嘩してる動画が上がったんですけど、もうサムネイルにうちのチビの泣き顔使うとなんか伸びるというねあかんのかな。でも本当ね、ああいうのね僕は撮ってたんですけどね、おもろいなと思って、また喧嘩してやるわと思ってですね、また喧嘩してちょっと大きめの筆でね、1時間30分ですね。すみません。もう、だいぶ減ってきましたね。ごめんなさいね。だいぶ減ってきましたね。ごめんなさいね。もう、皆さん、一回なんか途切れたかな。非常に良好です。泣き顔も可愛いですと。調子乗りますよ。来た。来た。やばい。来ない。あ、向こう行った。よかし。こっち来なかったです。来るなよ。ちょっと静かにやりますね。ささやきライブ配信ですよ。あ、下降りました。やっぱ。ちょっとまたアップにしましょうかね。危なかったですね、今ね。ギリギリでしたね。
ささやきライブ配信危なかったですね。目のね、ここのとこにキラッと光るこうなんていうの、よいしょ、とことかね、まつげとかね、ヒヤヒヤしますね。お兄さんが一瞬上がってきそうになったんで、上がってきたのか。予期せぬっていう感じですもんね。なんか質問あれば遠慮なくしてくださいね。よいしょ。ささやき。面白かった。頭が真っ白になって。よいしょ。例えば目の中なんかもね、真っ黒というよりはどっちかというとこうちょっと茶系の色かなんかを少し入れて、もちろんこう一発で描くっていうことはないんですけどね、僕はね、日頃の制作にしても。でもこうある程度一発で描けるとこまでは描いてあげてもいいかなと思いますんで、一発でこうある程度こう描いていっております。楽しかった。まだね、皆さんなんか質問があったら考えておいてください。今週末できるかどうか分かりませんけど、宮崎に参上いたします。その時にやれるかどうかは私は分かりませんが、やってって言われそうな感じがするのでやるかもしれませんが、やるとしたらどこなんだ。コロナのなる前にちょっと決めてたんですよね。そしてコロナになったから今回のこう僕の好きな広島東洋カープのキャンプ地に行こうかなという計画があってですね。はい。でも最後本当にこう髪の毛の上の方のところを少しお見せして、もうちょっと大きくしたいですね。ギューッと髪の毛のとこ少し最後お見せして、この僕はだいたいこういうこっちか。こういう筆ですね、ピシャーっとなって毛先を山切る感じにしてるやつでバラバラバラとしてるやつで書くんですけど、こっちは粘着性のあるこっちですね、ここね、粘着性のあるあれでスタンドオイルとかを混ぜたやつでピュー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 、あんま今日うまくいかんね。さっきはうまくいっていたんだが、なんか溶き油とかでしっかり溶いて、で生の白でキュッ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 、もうお風呂の時間やね。ピュー、よいしょ。ぼちぼち、今日終わろうと思います。最後髪の毛を描きながらお兄ちゃんの機嫌がだいぶ悪そうな気がしますのでぼちぼち終わろうと思います。楽しかった。何かがいいとわめいています。お兄ちゃんやぼうか。読んだら機嫌ようになるかもしれんね。もっと細かくもちろんするんですよ。細かくというか、こう乾いたらまたそれグレーズしてとかっていうことをするんですけど、こういう仕事を最後こう入れていきながら、白だけじゃなくて暗い色とかも使ってやっていくということで、だいたい1時間半ちょっと。今日はちょっと質問がたくさんありがとうございました。少しこうだから時間かかってしまってすみませんでした。1時間半ぐらいかなと思ってましたけど、という感じでございます。
あ、こけた。ありがとうございました。というわけで、終わりたいなというふうに思います。日南ですよ。日南キャンプ日南なんですか？あ、そうなんや。日南なんですね。ジャイアンツキャンプ場。日南なんですね。楽しみ。ありがとう。ジャイアンツじゃないな。広島ジャイアンツ広島日南なんやな。というわけで、だいたいこんな感じで終わろうと思います。ちょっと忙しい時間に今日はありがとうございました。というわけで、だいたい1時間、半ぐらいかな。ちょっと過ぎてますけど、もうちょっとこう書きたかったんですけど、終わりたいと思います。耳までもうちょっと書けばよかったなと今後悔をしています。お兄ちゃんがすごいことになってきました。ママの限界が来そうなので終わろうかなと思います。はい。お兄ちゃん呼ぶ？やめときましょうね。ありがとうございました。写実的に書く方法というか、なるべくこう、顔のアップとかをお見せして、今回終わりましたので、栃木もぜひぜひ行きたいですね。ありがとうございました。こんまこさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。M クレさん、ずっさんさん素敵。贅沢タイムありがとうございますと。J 渡辺さんありがとうございました。久保さんですね。ありがとうございます。弟くんバイバイと。ありがとうございました。コジェミさんありがとうございました。前田さんもありがとうございました。ということで終わります。終了。